もしシャアがガルマを裏切らなかったら、キャスバルとガルマ、ジオンを終わらせた2人、第1章、撃たれなかった背中、宇宙世紀79年10月、ニューヤーク上空をガルマザビのガウ攻撃空母が飛んでいた。眼下には廃墟となった大都市が広がっている。ガルマはここでホワイトベースを撃沈し、ザビ家の末裔ではなく、一人の軍人として父で銀に認められるつもりだった。その作戦を支えていたのが、士官学校以来の友人、シャア・アズナブルである。だが、シャアの目的は別にあった。シャアの本名は、キャスバルレム大君、ザビ家によって権力を奪われたジオンズム大君の維持であり、ガルマへ近づいたのも復讐のためだった。ホワイトベースはガルマの前方にいる。シャアはそう報告していた。しかし実際には白い艦はビル軍の影を回り、ガウの背後へ移動していた。あとはガルマを基地へ誘導すればよい。出撃前、ガルマは無邪気に言っていた。この戦いが終わったら、君を父上に正式に紹介しよう。君は僕の最も信頼する友人だからな。その言葉がシャアの耳に残っていた。復讐のために利用してきた男は自分を一度も疑わなかった。ザビ家の名を誇りながらも、議連のように人命を数字として扱わず、キシリアのように他者を疑い続けてもいなかった。この男を殺すことは本当にザビ家を倒すことなのか、あるいはザビ家の中で唯一別の未来を選び得る人間を自分の憎しみのために消すだけではないのか。シャアは通信を開いた。ガルマ、後ろだ。反転しろ。次の瞬間、ホワイトベースの砲撃が都市を切り裂いた。ガウは大きく傾いたが直撃を免れた。ガルマは残存部隊をまとめて離脱し、ホワイトベースも包囲を突破した。戦術的にはジオンの敗北だった。しかしこの日、宇宙世紀の歴史から一つの死が消えた。そしてその代わりにジオン公国を内側から引き裂く亀裂が生まれた。第2章、仮面の下の名。生還したガルマはシャアに礼を言った。だが疑念も抱いた。なぜシャアだけが敵の位置を正確に把握していたのか。なぜ最初の報告は誤っていたのか。なぜ救援の声には友を案じる焦りだけでなく、何かを断ち切った者の苦しさが混じっていたのか。ガルマは副官ダロタに命じ、シャアの経歴を調べさせた。調査は奇妙な事実へ行き着いた。シャア・アズナブルという名の少年は実在した。だが士官学校へ入学した男とそれ以前の記録に残る少年には説明できない断絶があった。ガルマは夜の指令室へシャアを呼び出した。机の上には古い入国記録と一枚の写真が置かれていた。シャア・アズナブルという少年は、君が士官学校へ入る前に死んでいる。では、君は誰だ。長い沈黙の後、シャアは仮面を外した。キャスバルレム大君、それが私の名だ。ガルマの顔から血の気が引いた。シャアは父ジオン大君の死後にザビ家が権力を奪ったこと、母を失い妹アルテイシアと別れ、復讐のために偽名で軍へ入ったことを語った。そしてニューヤークでガルマを殺そうとしたことも隠さなかった。では僕との友情も全て嘘だったのか。シャアは答えられなかった。ガルマは拳銃を抜いた。銃口はシャアの胸を向いたが引き金は引かれなかった。君は僕を殺せた。それでも最後に助けた。なぜだ。わからない。ガルマは銃を下ろした。この時点でガルマが望んでいたのは兄たちの戦争を終わらせ、父を守り、自分がザビ家にふさわしい人間であると証明することだった。僕を利用するつもりだったのなら最後まで利用しろ。ただし復讐のためではない。ジオンを生き残らせるためにだ。こうして二人は互いに歯を突きつけたまま同じ道を歩き始めた。第3章、北米に生まれた異端。ガルマは北米方面軍の統治方針を変えた。占領地域での略奪を禁じ、違反した兵を処罰した。現地行政を一部復活させ、食料と医薬品の配給を独占せず、住民の生存を優先して運用した。恋人イセリナの父、エッシェンバッハ前市長とも接触し、連邦側の実業家や地方行政官との非公式な交渉を始めた。だが、それは民主主義への目覚めではなかった。ガルマはまず、占領地を安定させることが軍事的にも合理的だと考えた。そして自分の名の下で民間人が苦しむ光景に耐えられなかった。その小さな変化が兵士と住民の双方に広がった。総帥府の命令を繰り返すだけの司令官が多い中、
ガルマは負傷勢を見舞い、撤退する部隊の最後尾に立った。若手将校の間では、ギレンではなくガルマ公使こそ戦後のジオンを導くべきだという声が生まれた。だがその名声を最初に利用したのはデギンだった。バッシの活躍を喜んだデギンは側近のダルシア・バハロを北米へ派遣する。ダルシアは公国軍人ではなく国家を維持するための行政と外交を知る文官だった。デギンの密命は明確だった。連邦との講和の可能性を探れ、ギレンは戦争を続けることで権力を強めている。キシリアは独自の軍と情報網を築き、兄に代わって国家を掌握する機会を伺っている。デギンはガルマを次の独裁者にするためではなく、二人の暴走を止める最後の切り札として使おうとしていた。シャアはその動きを冷静に見ていた。君は父上に選ばれたと喜んでいるようだが、これは栄誉ではない。ギレンとキシリアの間へ投げ込まれたということだ。分かっている。だが父上が戦争を終わらせようとしているなら、僕は力になりたい。そして戦後は君が皇王になるのか。ガルマは答えなかった。その沈黙をシャアは忘れなかった。第4章、オデッサの拒絶。転機はオデッサで訪れた。連邦軍の大反攻を前に、キシリア配下のマクベは鉱山資源の搬出を急ぎ、撤退時には施設を破壊する準備を進めていた。戦線を維持できないなら連邦に何も残さない。それが公国軍上層部の考えだった。ガルマには周辺都市と輸送網を巻き込む焦土作戦への協力が求められた。さらにマクベは連邦軍を止めるためなら条約で禁じられた兵器の使用も辞さない姿勢を見せた。ガルマは命令を拒否した。資源を失うこととジオンが国家であることの誇りを失うのは同じではない。我々が守るべきものまで焼けば残るのはジオンへの憎しみだけだ。彼は北米軍の輸送部隊を住民避難へ回し退路を確保した。シャアは部隊を率いて連邦軍の追撃を遅らせたが決戦は避けた。その途中避難民を乗せた移動部隊をホワイトベース隊が発見した。連邦軍から見れば敵の軍用車両だった。だがブライトは攻撃を保留し、アムロもガンダムの照準を下げた。アムロは赤い機体の動きに違和感を覚えた。シャアは自分を誘っていない。敵意が消えたわけではない。ただその意識が別の場所へ向いているように感じられた。オデッサは連邦の勝利に終わった。ガルマは兵士と民間人を連れて撤退した。それにより連邦側にはザビ家の中にも交渉可能な人物がいるという情報が残った。一方キシリアにとってガルマは従順な末裔ではなくなった。その直後キシリアからシャアへ秘密通信が届いた。キャスバルレム大君、あなたの正体は知っている。シャアは驚かなかった。ギレンを倒すためにガルマを使いなさい。協力するならあなたの過去には目をつぶりましょう。キシリアは敵ではなく味方として近づいてきた。第5章、3つに割れたジオン。宇宙へ撤退したガルマはデギンから皇王特使の権限を与えられた。ダルシアは中立地帯を通じて連邦のレビル将軍へ接触し休戦条件を探った。レビルは講和を拒絶しなかったがガルマ個人の善意とジオン国家の安全性は別だと答えた。ただし連邦政府内の強硬派は交渉そのものに反発していた。レビルは政府の正式承認が得られるまで自ら会談へ出ることを避け、参謀団と外交施設を先行させることにした。連邦が求めたのは地球占領軍の撤退、捕虜の解放、大量破壊兵器の廃棄、戦争犯罪の調査、軍備制限である。ギレンにとってそれは敗北そのものだった。和平が成立すれば戦争によって総帥府へ集中した権力を失う。さらにガルマがデギンの後継者として国民の支持を得ればギレンの唱える先民思想そのものが否定される。ギレンはガルマを軟弱な敗北主義者と断じ北米軍の指揮権剥奪を命じた。キシリアは表向きガルマを擁護した。彼女の目的はギレンを排除し、その後に自らが軍と国家を掌握することだった。ドズルは迷っていた。彼は政治家ではなかった。ギレンの冷酷さにもキシリアの野心にも気づいていたが、戦時中に兄弟が争えばジオンが滅びると考え沈黙してきた。ガルマはソロモンへ赴き兄と対面した。兄上、僕はサビ家を裏切るのではありません。このままでは内紛でジオンが割れると言っているのです。ボズルは机を叩いた。それが軍人の言うことか。では兄上は何のために戦うのです。
ギレン・アニ上の名を守るためですか？それともゼナとミネバが生きる国を残すためですか？幼い娘の名を出され、ドズルは黙った。やがて連邦軍のソロモン攻略が迫ると、ギレンは要塞の死守を命じた。増援は送らず、ソロモンを連邦艦隊の消耗に使う意図は明らかだった。ドズルは初めて兄の命令を拒否した。民間人を先に脱出させ、残存艦隊を率いてガルマへ合流する。この瞬間、ジオンは3つに割れた。ギレンの総帥府、キシリアの突撃機動軍、そしてデギンの講和命令を掲げるガルマとドズルの連合軍である。第6章、父を焼いた光。デギンはレビルが派遣した先見交渉団との会談へ自ら向かった。皇王が直接前線へ出ることはギレンの権限を否定する行為だった。デギンはガルマへ最後の通信を残した。お前を皇王にするために和平を望むのではない。ザビ家の者だけが生き残り、国民が滅びるような国に意味はない。だが、会談地点へ向かうデギン艦隊を巨大な光が飲み込んだ。ソーラレー、ギレンは連邦の先見艦隊と共に父デギンと和平交渉団を焼き払った。皇王の死をギレンは連邦軍の攻撃によるものと発表した。しかし、ダルシアはデギンが出発前に残した記録と兵器運用命令の一部を確保していた。ガルマは全地球圏へ向けて演説した。父を殺したのは連邦ではない。ジオン公国総帥、ギレンザビである。彼は声を震わせながら続けた。私は父を守れなかった。兄を止められなかった。そしてザビ家の名によって行われた戦争から無関係であったとも言わない。だが、ジオンは我々一家の所有物ではない。父を殺し、国民を戦争の燃料にする者を私は総帥とは認めない。演説は再度、3を揺らした。兵士たちは自分たちが誰のために戦っているのかを問われた。大軍派の市民はガルマの隣に立つシャアの正体を知り、別の期待を抱き始めた。キャスバルこそジオンを率いるべきだ。その声は急速に広がった。ガルマはシャアへ公の場で正体を明かし、大軍派をまとめるよう求めた。君の名が必要だ。今度は君が私を政治の道具にするのか。君は僕を利用してザビ家を倒そうとした。今更何を恐れる。二人の間に初めて復讐とは別の感情が生まれた。シャアが名乗ればガルマは傀儡と見られる。名乗らなければ大軍派は暴走し内戦は長引く。シャアは仮面を外して放送に立った。私はキャスバルレム大君である。しかし父の名をもって別の世襲を始めるつもりはない。ジオン大君の思想はその子だけが受け継ぐものではない。ザビ家の末帝と大君家の維持が同じ日に自らの血統を政治の根拠とすることを拒んだ。それはギレンの支配体制を崩す最初の一撃となった。第7章、キシリアの勝利。ガルマ、ドズル、シャアの艦隊はパバオアクへ進んだ。ギレンは要塞を盾に徹底抗戦を命じた。しかし、ソーラレイによるデギン殺害が明らかになると、守備隊の動揺は止まらなかった。そこへキシリアが現れた。彼女はギレンの司令部へ入り、父殺しの罪を告げ、その場で兄を射殺した。生死と同じ銃声だった。だが、その後が違った。キシリアは全軍へ向け逆賊ギレンを処断したと宣言した。そしてガルマに対し自らを摂政及び広国軍最高司令官として認めるよう要求した。あなたは国民に愛される象徴でいればよい。国家を動かすのは現実を知る者の仕事です。ガルマは拒絶した。姉上が欲しいのは和平ではない。ギレン兄上の椅子です。キシリアはガルマ派艦隊を反乱軍と称し、ミネバを人質として確保してドズルを屈服させようとした。ドズルは妻子を脱出させ、自ら前線へ立った。ガルマはゼナとミネバを保護し、全軍へ宣言した。この子をザビ家の道具にはさせない。キシリアの艦隊はグラナダ方面に後退しながらガルマの旗艦を狙った。シャアは赤い機体で追撃した。通信回線にキシリアの声が流れる。キャスバル、今こそ復讐を果たす時でしょう。ザビ家の主海ガルマを撃つのです。キシリア艦の方向がガルマの旗艦へ向いた時、シャアは迷わなかった。赤い機体の一撃が環境を貫き、キシリアの艦は月面の闇へ沈んだ。戦闘後、ガルマは尋ねた。これで復讐は終わったのか。シャアはしばらく答えなかった。いや、今のは復讐ではない。二人の間にそれ以上の言葉は必要なかった。第8章、勝者のいない和平。
ギレンとキシリエを失い、ジオン公国の中央指揮系統は崩壊した。だが、ガルマは公用を名乗らなかった。ダルシア・バハロを主犯とする暫定政府を設け、軍を文民政府の統制下へ置くと発表した。ボズルは軍の武装解除と撤収を担当し、自らも戦後の調査を受けることを受け入れた。連邦との交渉は容易ではなかった。連邦政府の強硬派は今こそ再度3を占領し、ジオンを完全に解体すべきだと主張した。レビルはガルマの行動を評価しながらも、善意だけで安全は保証できないとして厳しい条件を突きつけた。地球からの全軍撤退、捕虜の解放、ソーラレーの解体、軍備制限、戦争犯罪資料の公開、関係者の裁判、そして被害を受けたコロニーと地球地域への賠償。ガルマは受諾した和平会談で連邦代表は問うた。あなた自身はコロニーを都市を命じていない。責任を否定することもできるはずだ。ガルマは首を振った。私は命じていない。だが、その名によって守られ、その軍服を着ていた。ザビ家の勝利を願いながら、何が行われたかを十分に知ろうともしなかった。責任がないとは言えない。彼は、ザビ家の接収統治権を放棄し、一族の財産を復興と賠償へ充てることを発表した。ジオン公国は消滅し、自治権を維持した。ジオン共和国へ移行する。選挙が行われるまで、ダルシア暫定政権が行政を担うことになった。レビルはガルマへ尋ねた。ザビ家の人間である君をなぜ我々が信用できると思う？信用する必要はありません。私が約束を破れば、ジオン国民が私を退かせる。その国を作るために私は家族と戦ったのです。宇宙世紀80年春、地球連邦とジオン共和国は正式な和平協定に調印した。1年戦争は終わった。だが、誰も勝者とは呼ばれなかった。終勝、決闘を終わらせた者たち。戦後、ガルマは軍を退いた。彼はイセリナと再会したが、二人の結婚は地球と宇宙の融和の象徴として政治的に利用された。若い頃のガルマならそれを名誉と受け取ったかもしれない。だが戦争を生き延びた彼は笑顔の写真の裏で人々が再び一人の英雄へ希望を預けようとしていることを恐れていた。それでも彼は逃げなかった。皇王にはならず暫定政府の一議員として戦争犯罪調査と復興に関わった。ザビ家最後の後継者ではなく、ザビ家の支配を終わらせた人物として生きる道を選んだ。ボズルは軍事法廷で責任を問われた。彼は部下へ責任を押し付けず、命令した作戦の全てを証言した。その後はゼナとミネバの元へ戻り、娘を政治から遠ざけた。ミネバラ・オザビがネオジオンの旗として育てられることはなかった。そしてシャアは公の場から姿を消した。キャスバルレム大君として政界へ入るよう求める声は強かった。だが彼は拒んだ。自分が父の名によって国家を率いれば、ザビ家を倒した後に大君家の接収を始めるだけだと理解していた。出発前、シャアはガルマと最後に会った。君はザビ家の名を背負い、それを終わらせた。ガルマは答えた。君も大君の名から逃げずにそれを手放した。だが本当にこれで終わったと思うか？窓の外には戦争で傷ついたコロニーが浮かんでいた。連邦による宇宙支配は続いている。ジオン残党の一部はガルマを裏切り者と呼び、議連の思想を地下で受け継いでいた。連邦軍内部にも宇宙移民を危険視する強硬派が残っている。戦争が終わっても地球と宇宙の不平等は消えていなかった。シャアは仮面を机の上へ置いた。終わってはいない。だが少なくとも次の戦争を私の父や君の兄の亡霊に始めさせる必要はないさ。二人は握手をしなかった。かつてのように笑い合うこともなかった。シャアはガルマに背を向けて歩き出した。もしシャアがガルマを裏切らなかったなら、宇宙世紀は救われたのか？おそらくそうではない。連邦の腐敗も宇宙移民の苦しみも巨大企業と軍需産業の力も残り続ける。別の形の対立が生まれ、別の戦争が始まる可能性もある。しかし議連の意志を掲げるデラーズのようなものが現れても、生死ほど広い支持を集めることは難しい。アクシズへ逃れた者たちも幼いミネバを王妃として担ぐことはできない。シャアがララーとアムロをめぐる生死と同じ悲劇へ進み、やがて地球そのものへ絶望する必然も薄れていく。世界を変えたのはガルマが強かったからではない。シャアが復讐を忘れたからでもない。一人は家族に認められることを望みながら、最後には一族の支配を終わらせた。
もう一人は家族を奪った者を殺すために生きながら、最後には憎しみではなく友を守るために銃を撃ったザビ家の末弟と大君家の維持。本来なら互いの決闘によって敵となるはずだった二人が、その決闘を政治の根拠にしないと決めた時、ジオン公国は滅びた。それは連邦軍による征服でもアバオアクーでの敗北でもなかった。ジオンは二人の若者が過去から受け継いだ役割を拒んだ瞬間に終わったのである。チャンネル登録、高評価お願いします。